いやー、いいっすね。いいっすね。いいっすよ。今日はね、どこ来てるかっていうとですよ、ウィスコンシン州オシコシで開催されてる全米最大のエアショーね、 EAA のエアショーに来てます。いや、すごい規模でしょ。すごいですね。すごいですよ。もうちょっとあったかいのにね、っていうか暑いのに、俺と神谷さん頑張って A2 で来てるからね本当にいませんよと、会場見ても A2。 このエアショーってすごくて、ボーイングとかね、そういうのもブース出してたり、自作飛行機のこうエリアもあったり、自家用機もいっぱい売ってるんだけど、ここはウォーバード部分ね、対戦中のね、そう、対戦中のそれが集まってるんで、やっぱり A2 来たらここだろうってことでですよ、ここに来る。いや、やっぱりちょっとね、いろいろと今日亀谷さんにお話伺いたいんだけど、前にさ、みんな覚えてるから忘年会やったでしょ、亀谷さんと。年末にね。年末に、はい、であの時にそろそろ就活だからいろいろ飛行機を巡る旅したいって言ったじゃないですか。2人でね、2人で飲みながらライトパターソン行ったりなんだったり、はい、それが今回実現したんです。そうですよね。そうです、はい、ついに来ました。ついに来ましたよ、本当に。で明日はね、ちょっとまた今度ライトパターソンの方に移動してね、行ったり、スミソニアン行ったりとかっていうのなんですが、はい、ちょっと今回はね、こういうリアルなウォーバード見ていきつつ、とは言ってもですよ、僕もそんな詳しく分かんないんですよ。もう爆撃機とか見ても B24 か25しか分からない、どっちか分からない、だけどちょっとこの雰囲気を皆さん味わってもらいたいな。コメントでね、いろいろじゃあ知ってる方教えてください、さっきなんか P51 マスタングがダーって中古車みたいに並んでましたもんね。並んでました、普通にすごいですよ、ここ規模がすごすぎて、もうね、もうずっとさっきからスチール取ったりやってたんですけど、もう早速ビールが飲みたくなっちゃう暑くて A2 のせいで、はい、ちょっと後ろを見て、この会場で A2 来てるのはね、この東洋の今すいません荷物持ってくれてる佐々木君とこの2人だけです。3人だけ A2 来てるのはこの会場でですね。まあでも天気ね、今日曇り空で、そうなんです、ちょうどよかった。ちょうどよかったんです。これ干上がってますよ、天気だったら。いや本当に、やばかったですね。ちょっと見ていきましょうか。ちょっとカメラさんもバーッとこう見て、ほらこういうね、これ P25 だと思うんだけど、ミッチェル、ああいうこういうのがやっぱりなんかものづくりの参考になったりってするんですか？実際ね、こういう当時もほら、私の今日バックペイントも同じように、当時の戦闘機爆撃機にもね、こうやってウォーアートという手書きのハンドペイント、そうっすよね、もう余裕を感じますよね、当時のね。だってこんな優雅な絵描いちゃってんだもんね。だからこういう例えばミス・ミッチェルって、この爆撃機のタイトルあるじゃないですか、こういう手書きならではの書体とか、こういうのもね、めちゃくちゃデザインソースになるんですよ。そういう見方ってなかなかしたことないから、あと色合いですとか、まあこれは黒ですけど、その配色とかね、書体とか、めちゃくちゃ味わい深い。なるほどね。ちょっと見て、カメラさん寄ってみて、ほらでさ、ぐるりしてみて、そこかしこに飛行機がさ止まっててさ、もう全部見るの諦めたんだ俺いろいろ撮ってたんだけど多すぎてだよ。これ1日歩いても見れないです。見れないです。全然見れない。で普通にカジュアルにいろんな飛行機がブンブン飛んでるんですよ、デモフライトみたいな感じで、すごい。だから会場広すぎてさ、こういうなんかなんていうの、ああいうのは、移動車みたいなのでみんな移動してるから、すごいっすよ。ちょっといろいろあっちの方歩いてってみます。あっちもうちょっと高年式になってくるんじゃないのかな。いや面白いっすよね。面白いっすよ。今回は完全に飛行機漬けですから、僕ら。そうですよね、でも本当アメリカ人って飛行機好きで、自作のパーツとかタイヤとかブレーキとかフレームとかエンジンとかさっきからずっと売ってて、プロペラとかね、だからそこだけで全部作れちゃう1個で、それで会社が成り立ってしまう。そうですよね、そのパーツメーカーだけで成り立ってしまう、すごい
そのパーツメーカーのブースと一緒にボーイングとかのブースがあるんだよ。バカでかい。誰を客にしてんのか分からないすいませんくださいっつって買えんのかなって、ボーイングあ、この辺のケツのあれもいいですね、ああいうの。345爆撃グループだこれ。はい、ああさすがです。エアーアパッチです。エアーパッチ、ああいうのすごいやっぱいいですよね。わかる？エアーパッチすごい。やっぱりでも対戦機って色気があるじゃん。このケツから見たら、これね、よくこういうケツからの写真撮りますけど、ケツからがいいんだよ。いいわ。もう遠くにもいろいろ興味深いやつとかあるんですけど、すいません、あそこまでも歩いていく気力がない。さっきなんかだって F35 ライトニング2とかが普通に置いてありましたもんね。でアパッチのヘリとか、攻撃ヘリとかも置いてあって、で向こうになんかセーバーもありましたよね。あ、セーバーあります。セーバーちょっと行きましょうか。はい。いや、なかなかね、この芝生とウォーバードとこのバックペイント合うよねすごい似合ってる本当に。いやー、なんかでもさ、カーショーみたいにみんな下で怒ってんのよ、お酒とか飲みながら椅子に座ってね。スケールのでかいカーショーだなこれ。スイートドリームズ、あ、かっこいいですね、こういうデザインも。いやー、すごいっすね。これ誰の持ち物なんでしょうね誰が持ってんだろう。でもさっき下に凝ってる人がいたってことは、多分あん中の誰かの持ち主なのか。これでもこのイベントでね、こんだけずらりと大きな飛行機が並んでですよ、やっぱ係の誘導する人もこれ大変ですよ。すごいですよね。これ一気に来てみんな入っちゃったらもう身動き取れないじゃないですか。確かに、だから順番で奥からどうぞみたいな人が感じがいるんですよ多分。いや、そうですよね。でさっきから綺麗にまたちょっと動いて、滑走路に誘導されて飛び上がってるんですよね。すごいちゃんとしてる。すごいな。ここが爆撃機エリアでっていう感じですかね。なかなかね、押し越しまでちょうどあれですよね。全工程でシカゴ空港から車で3時間ぐらいですか、ここは。ですね。なんでなかなか来ることないと思うけど、飛行機好きだったら絶対に1回は来てもらいたいかなって、デモフライトとかもやってて、であと体験搭乗とかもできたりする。さっき行列できてましたよね。すごい行列できてて、だからそういうのはすごく面白いんじゃないかなって、で当然ウォーバードだけじゃなくて最新鋭の戦闘機、それからこういう昔の民間機、あれね、端っこの、とかもあるんでね。あそこらへんですか？じゃないですか。セーバー見失いましたね。見失いました。完全に見失ってますいやー、これはね、広すぎるよそれはウォーバードツアーにさ参加するよね、みんな。さっきからずっと歩いてんだよ俺ら、これ。いやー、でも俺アメリカに生まれ育ってたら、で田舎に、自家用機とか欲しかったっすね。でも自家用機買うんだったら、せっかくだったら対戦機がいいなとかって思っちゃうんでしょうね、きっと。普通に売ってたりするから。完全にさっきほらパーツで見ながら歩きながら見ながらね、
なんか組み立てたくなりますよね。組み立てたくなる。これ絶対でも自分が組み上げた飛行機で飛び立つ勇気がない自分の力を信じてないから。こんなとこで変な話、バズ・リクソンズさんも出店したらいいんじゃないですかね、オーバードのとこで、最高だと思いますよ、さっきもなんかアパレルのブースありましたもんね。ありました。結構さっきあったんだけど、すいません、セーバーが見当たりません。けどその年代のなんでしょうね、これなんすかね。あ、書いてありますね、A26 のインベーダーですね。へえ。あ、だから今この展示してあるやつがね、これだ。この第9空軍の傘下のこの386爆撃グループっていうね。確かにシルバードラゴンってニックネームがついてたんですね。あ、確かにドラゴンの顔がしてる。本当だ、書いてある。あ、なるほど。彼女はピンストライパーではないですよね。多分そうかね、ドネーションとかでね、ちょっとこれやっぱ保存するのにはお金かかりますから、こういうのっていうのは。いやー、結構いろんなところ今日歩いて回ったんだけど、やっぱオーバードが人気ですね。いや、人気です。やっぱアメリカの方も好きなんだね、こういう古い、やっぱり武骨でかっこいいですもんね。やっぱ何でもそうですけど味があるんでしょうね、今にはない、現代にはない。本当にそう思いますね、だから飛行機の形ってどんどん進化してるから、どんどんすっきりはしてきてるんだけど、なんていうんだろうね、やっぱ昔の方が色気があるっていうかね。フライトジャケット同様にね。そうです、もうフライトジャケットと一緒ですよね、まあどんどん機能的には A2 なんかよりも今の方が機能的には上でしょうけど、どんどんね進化もしていくんですけど、やはりその発展途上のところのね、途中がですね、オハイオ州ライト・パターソン空軍基地の隣にあるアメリカ空軍博物館に来てます。でこの前、おしこしのエアショーでいろいろ飛行機見て、で今回はやっぱりもう亀谷さんといえば A2 だからヴィンテージの A2 見てもらおうと思って。なるほど、やってきましたよ。フライトジャケットももともと飛行機の発達とともにそうです変遷がこうありますからね。そうなんですよ、でやっぱりアメリカ空軍博物館というだけあって、まあ、このフライトジャケットとかの展示も結構ありますよね。あります、だけどあれですよね、このミュージアムの最大の特徴ってもともと使ってた実機とか最新鋭機があるから、なぜかねすごい結構人はいるんだけど、このエリアほぼ人がいないだから逆に僕らにとってはもう穴場すごい撮影もしやすいし、さっきからじっくりとバックペイント、ちょっとさカメラさん見て、だーっとね、結構あるわけですよ。結構やっぱり二次大戦以降、こういうバックペイントのカルチャーってほぼ見ないですよね。まあ朝鮮戦争の時はちょっとありますけど、それ以降はね、だからやっぱり二次大戦ならではのこういうカルチャーね。フライトジャケットが天然素材であるレザーとか、もしくはその次の世代のコットンとか、じゃないとペンキが乗らない。確かに。あと当時の流行り流行、っていうのがあってこういうものが生まれたんですよね。だから A2 とか、B10、B17 とかにも書いてあったやつもありましたね。そうですね、だ朝鮮戦争になるともう化学繊維ナイロンが登場するので、そうですよね、刺繍のパッチですとか、そっちに移行していく。はたまた背中にあったとしてステンシルレベル。なるほど、ちょっとね、だからこう二次大戦ならではのカルチャー、カスタムちょっといろいろ並んでんじゃないですか。
亀谷さんが気になったやつってあります？ありますね。やはりこれとかですね。はい。バックペイントの王道であるピンナップガール。はいはいはい。はい。当時その弊社に送られてくる娯楽雑誌から、絵心のある兵士が多分見よう見まねで、背景に爆弾とかも描きながらアレンジを加えて、はい。でなおかつステンシル文字が入ってるっていう。あ、本当だ。すごく味わい深い一着。ちょっとこれ贅沢ですよね。贅沢です。なるほどっすね。いや確かにこれいいかも。本当にね、こういうリブの虫食いとかが結構リアルですもんね。当然本物ですから。はいはいはい、はい、あとこういうの A2 とか実物を見てね、そのシワの入り方とか、参考になりますよね。あ、そうですね。着込んでいくとどういう風になるのかっていう感じ。そうだから、はい、まあ、新品の A2 を着た方はね、まあ、洋書なりこういう資料をもとにどういう癖をリアルにつけていくかっていう参考にもなりますよね。確かに、あ、それはすげえいい意見ですね。じゃあ今度バズリクソンズの A2 買うときに俺はこうしたいんだと、こういう仕様を入れたいと、そういう風に着込んでいくっていう。カメラさん見てこれね。いや本当にここいろんなのがあるから、参考になりますよね。俺もちょっとこういうのかっこいいなとかっていろいろさっきからずっと写真撮りながらね、先日のね航空ショーの時もそのノーズアートとして機体の機種に書いてあったありましたね。手書きならではのフォント、文字使い、この辺とかもやっぱ手書きならではの味わい深いところありますよね。確かにこの下手馬な感じもたまんないですよね。たまらないですよこれ。これバランスの決していいとは言えないこのバランスが最高なんです。そうですよね、確かに。いやこのやっぱうますぎても、ちょっとなんか味わい深さに欠けるというか。そうなんですよね、うわやっぱコットンに描くのもこのほらインクが沈むじゃないですか。そうなんですよ。その雰囲気はまた違いますね、レザーとね。A2 とかに書いた場合は、表面がこうペイントが割れてくる感じですけど、布物はペイントが染みてるので、それがかすれていくように落ちてきますよね。フェードが上がっていきますよね。そうですね。このエイジングの仕方が違う。これかすれてますもんね。かすれてますもんね。確かに。そうですね。これは B 点ですね。 B 点。そうですね。こういうふうにかすれていく、なかなかねキャラクター使いもねなかなか面白いんですよね。爆撃機とかピンナップガールが一般的ではあるんですけど、こういうともちょっとなんかアメリカンコミック的な、アメリカっぽさを感じますよね。感じますね、結構これはいいかなっていう。でもさすがにあれですね、アメリカ空軍博物館といえども、この A2 のコントラクターまでは書いてないですね。ね、これ背面から見てますけど、正面から見たら大体分かりますよね。襟とかポケットのフラップの形状ですとか。これ読んでこっちに向けてもらえます？あ、鏡がある。あ、そうですね。スコードロンパッチが見えるんだ。スコードロンパッチが見えますね。なるほど。これとかもすごいですよ。胸に爆撃回数が。本当だ。ミッション回数が。俺ね結構この雰囲気好きなんですよ。なんかちょっとバカっぽくてっていうか、間延びした感じがね。ここはいいわ。いや面白い。だけどやっぱこういう文字と飛行機、これ、そうですね、ライトニングですね。最初に大胆にこう背面に筆記体をレイアウトしつつの今度手前にこう立体的な凹凸感を出してるというか。うわちょっと勉強になりますね。これアカリブスか。アカリブスね。ということは俺と一緒？マジで。そうですね。一緒じゃないですか。これだからエアロス。エアロですね。明らかにエアロですね。だって当時の A2 のコントラクターアカリブ装着してるのはエアロしかないので。そうですよね。おっとこんなとこで俺出会えたわ。でもほぼほぼ近しくなんかシワが今回のもうずっと小川さん今回真夏ですけど。そうなんです。ジャケットフライングサマーということで着てますよね。着てます。サマーにはトゥーマッチでしたけどね。これ
いやでもちょっとだんだんこの雰囲気いいなと思うんでね、ちょっと俺参考にしようこれ、うわちょっと面白いですね、であっちはあれですね、変遷ですから。そうですね、今度はセットアップですね、これセットアップですね、もう上から下まで制帽から、全部ゴーグルまで、なんでね、もう全然違いますもんね、航空機の性能に合わせてね、向こうがやっぱり一番古い、そのつなぎ、オーバーオールスタイルからだんだんこうジャケットとパンツに分かれて、作りやすく縫製しやすく動きやすくってだんだん変わってきたんですよね。そうですね、こういう変遷がね、分かるのもこのアメリカ空軍博物館の魅力かなと思いますけどね、いやー面白いですね、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもお疲れ。行きますね兄貴。今ホテルのロビーからお届けしております。いや今日でも A2 見ましたね。見ましたね。ねえ、エアショーの飛行機も見て、A2 見てどうでした？だって最初のウィンスコー新州、おしこしのエアショー、広大な大地のところに、野外にね、数々の航空機が、歴代の航空機が止まってる、ですよね、眺めね、あれは圧巻じゃなかった。P51D、スタングとかがバー置かれてたり、対戦機、これ見てる方、俺らが対戦機しか映してないけど最新鋭機もいっぱい止まってるんですよ。あと民間のね、個人の持ち物とか、そうなんですよ、マニアックなものまで、だけどやっぱ暑い中 A2 来た甲斐ありましたね。だから A2 だからこそオーバードで、やって、でその後、アメリカ空軍博物館で、お腹いっぱいになるまで A2 を見るという、やっぱりまたおさらいじゃないんですけど、フライトジャケット飛行服の発達史は、航空機の発達と一緒に進化してきた。そうですね、これを目の当たりにするっていうのは、我々の何でしょう、仕事柄の特権なんでしょうかね。これ言っちゃっていいのかしら。特権ですよね、だからそもそもキャノピーがオープンだった頃、ね、紅の豚みたいな格好してるわけですよ、こんなロングコートでね、寒いから、マフラーぐるぐる巻きにしてね、だけどそれがクローズドキャノピーになるわけじゃないですか、ね、そうなった時に、クローズドになった時にどうにか快適さを、パイロットがね、でだった時に、こういう服も生まれるわけですよね。そうです、で例えばそのボタンがファスナーになりっていうね、いろんなのが、で革から布へ、布からナイロンへっていうね、だそういうのと飛行機の歴史がリンクした時に、より興味が湧くっていう感じですかね、だから自分もね、もともとフライトジャケットのジャケットから興味持ち出した、だけどジャケットを興味持ち出すと今度飛行機にも興味が湧いてくるんです。そうですよね、小川さん逆でしたもんね。そうですね、仕事柄、仕事柄飛行機から服にっていう感じでしたからね、いやーいいですね、あれなんかちょっとさっきかぶってなかったキャップかぶってなさいですね。これ、ロケットサイエンティスト、ロケット工学者、科学者です、もう気分はね、またこう変わっていきました。もう未来へね、未来へ。だからやっぱり空から宇宙へ、そうですよね、そういう進化を遂げていくわけですから。そうなんです。そこがね、とも興味深いところです、これからまた発展し続けるわけですから。そうですよね、だからどんどん発展していく中で、亀谷さんは A2 を作り続けるっていうねそういう感じでしょ、なかなかだって今のよくわかんない、なんか最新素材が使わないでしょ、使わない味出ねえし、着込んだってね。でほらカリフォルニア全米のね、明日カリフォルニア行きます。全米のね10州ぐらい短期間で巡ったんですよね、実は。そうですよ。アメリカのさんさんと降り積もる太陽の下で、真夏に、ジャケットフライングサマー2人して、暑いのにね。だから俺思った、ジャケットフライングサマーってあれ嘘だなだってきつかったもん確かにいやでも昔と今の気温も違うからね。そうですよね、
頑張ってきましたよね。でもね、いやこれすごい、うん、このね、うん、出張で、はい、羽田空港で俺見てますからね、この姿。そうですよね、最初今日5日目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 、もうねこれ5年ぐらい来たようなってるじゃないですか。いやいや、特にここね、うん、パッカリング前かそう、うん、これやばいですよ。ずっと来てましたもんね。来てましたよ、頑張って汗だくになって。だからやっぱ体内から、多分いけないエキスが出てるんだと思いますよ、汁がねいや本当に今回は、いい経験させていただきますので、やっぱり塾長のね、説明ってやっぱり知り尽くしてるからすごく勉強になったんで。そうですかね、ありがとうございます。だってね、本当にアメリカ空軍博物館でコントラクターを言うなんて誰もいないですよ多分学芸員だって分かんねえから。すっげえ勉強になりました。ありがとうございます。いや本当今日はありがとうございました。じゃあまた飲みましょう。はい、いやついに来ましたよ。来ましたね、我々は。はいね、ザ・ライトサイクル、松島林業とはわけが違いますからすいませんけども皆さんね、これ大体察しはついてると思いますけど、ライト兄弟がやってた自転車屋さん、人類が空を手に入れる前の、そうですよ、創業。そうだから彼らがいなかったら、今のこの A2 もできてないかもしれない。できてないかもしれない。ぶっちゃけ彼らが初飛行したのはノースカロライナキティホークっていうとこなんですけど、もう彼らが営んでたっていうだけで、もうこれ航空の聖地って言っていいですよね。ここから全てがスタートが始まったですよね。で聖地にしてはちっちゃい、ね、こじんまりとしてますよね。自転車ですからね。なんでね、ついにちょっとせっかくオハイオ来たらですよ、この、ライトサイクルに、ぜひ来てもらいたいな。中はね今ミュージアムになってて、すいません、我々ですね開館時間の前に着いてしまったんでですね今その前からお届けしてるっていう感じですけども、すごいいいとこなんでね、皆さんぜひお立ち寄りください。チャンネル登録、高評価ボタンよろしく頼むぜ。せい